情報親方のトリセツ誰でも作れるでしょう。始まりました。情報親方のトリセツ誰でも作れるでしょう。この動画ではトリセツを作るコツをご紹介。いわばトリセツのトリセツ。親方、この動画を見れば誰でもトリセツを作れるようになるんですよね。なります。やったー。前回はトリセツ制作の基本、その中でも企画・設計に焦点を当ててご紹介しました。今回はどんなテーマですか？今回もトリセツ制作の基本についての動画となります。今回はどのような文章を作っていけばいいのかをポイントにお話しします。今回の題材もラーメンですか？もちろん今回もカップラーメンの作り方をベースにお話しします。例えばこのパッケージの色が変わると文字の色が変わってくるわけです。なるほど。ってことは今回は別のラーメンが食べられるってことですか？それはないです。このくだりいります？前回トリセツを作るには3つの制作段階があることをご紹介しました。それが企画設計制作です。この動画では制作についてご紹介します。トリセツの作り方には2つのポイントがあるそうですね。はい、教えてください。はい、まずはこちらをご覧ください。はい、まずは原稿の種類を整理することと執筆のルールを作るということです。親方、原稿の種類を整理するっていうのにはどんな理由がありますか？はい、作業効率を上げるための種類を整理っていう意味ですね。トリセツの原稿には3種類あります。文字の原稿とレイアウト原稿とイラスト原稿。例えば写真とか映像もイラスト原稿に含むんですけども、文字がどこに入るか、イラストがどこに入るかっていうのがレイアウト原稿です。でレイアウトは例えば紙のものを紙のマニュアルをイメージしていただくと、どこに何の要素が入るかっていうのは決まってくると思うんですけども、それを指示する、あるいは決めていく原稿ですね。続いては文字原稿の執筆のルールについてです。ターゲットユーザーに作り方を分かりやすく安全に伝えるために書き方のルールを決めていくというのが執筆ルールです。執筆のルールとしては、用語を整理したりとか、文字の大きさ種類を決めるたりとか、色を決めるというふうなところがありますね。で例えば文字の大きさや種類を決めるっていうところはタイトルにはどういう文字の大きさを使ってとか、注意書きには何色のどういう文字を使ってみたいなところの表現を決めていくっていうふうなところです。原稿の作り方を決めることで制作効率が上がるんですね。ではこの作り方をもとに実際に原稿を作る上で気をつけなければならないことを具体的にご紹介していきましょう。原稿を作る上でのポイントがいくつかあります。それがこちら。一つ一つについて親方が解説します。それでは親方、早速伺っていきます。ユーザーに使ってほしい内容を原稿にするっていうのはどういうことでしょうか？メーカーの意図というかですね、こう使ってほしいんですよっていうのをあえて言わないと伝わらないっていう内容がたまにあったりするんですね。例えばラーメンの場合だと後乗せ火薬ってたまにありますよね。ありますね。後乗せ火薬って後乗せなんですけど、最初に入れてしまったらちょっと意図と違うなっていうふうになってしまうんで、それは後に入れてくださいよっていうのをちゃんと書かないといけないっていうような、そういう場合ですね。続きましてユーザー目線、客観的な視点で作るっていうのはどういうことでしょうか？ユーザー目線で作るっていうのは、例えばカップラーメンだと蓋を思いっきりバッて開けてしまうっていうふうなことがあると思うんですけど、それをここまでってあえて蓋の真ん中あたりに文字で書くことで、ここまでなんやなっていうのを伝えたい、読んでもらうっていうふうな意図があります。では続いて文字で伝わりにくいことはイラストやフロー等で噛み砕いた表現にするっていったところですね。こちらどういうことでしょうか？文字の原稿を制作するポイントで出してるのではあるんですけど、文字で無理に説明する必要はないと思っていて、文字の原稿の制作って
どちらかというと文字だけに頼りすぎないっていうのもポイントで、イラストの方が良ければそっちにっていう風なのがあったりとかですね。あとは文章で全部表現するんじゃなくてフローズとかがこうやってこうやってこうやってこうっていう風なのがあったらそれを形にした方が結果的に伝わりやすいことがあるんですよね。でそうであればもう文じゃなくて空で書いてしまうとかキーワードだけで書いてしまうとかっていう風な表現を使ったりします。その他に執筆でこのようなことも気をつけておきたいです。まずは一文一義で書く。一つの文には一つの意味しか持たせないということですね。曖昧な文、複数の意味に捉えられる文っていうのは避けたいです。例えば青いカゴの中の鳥っていうふうなのを言うとカゴが青いのか鳥が青いのかよくわからないっていうやつですね。で並列で書く場合は箇条書きにする。同じABCD っていうふうな書くときに文章で、書くのは書くんですけどもその中で同じレベルの言葉っていうのは丸なんとか丸なんとかってありますよね、はい、ああいうふうにして並列で書くっていう方が見る人も書く人も整理がしやすいです。文体デスマス帳とかデアル帳ってたまに子供の時とか聞いたことあると思うんですけど、そういうふうなのをあらかじめ決めておくっていうふうなのが、良いです。次にこちらもう2枚目ですね。例えば単位を揃える。これ MKSK、CGSK って書いてるんですけどメートル、キロ、秒とセンチ、グラム、秒っていうふうなのが MKS と CGSK っていうふうなのに分かれててですね、メートルとセンチと混在してたら分かりにくいじゃないですか。なのでそういうふうなのは揃えましょうっていうふうなところですね。で、著作物を引用する場合は著作元を明記して著作物表記の重言したってあるんですけど、例えば文献何らかの文献を参考にしながらマニュアルを作った場合っていうのはそこの権利者の情報を使いましたよっていうのを明記しないといけないんで、それの書き方をちゃんと決まった形で書くということです。あとは、用語を統一する。同じ言葉を同じ用語で言うっていうふうなところですね。専門用語とか業界用語っていうのはなるべく使わないということです。で、なるべくというのは実は業界用語でその業界で通じてるとかユーザー見る人がもうその専門用語を理解している場合っていうのはあえて簡単な別の言葉に言い直さなくても業界用語で通じるっていう場合があるんで、その場合はこの対象にならないんですけどなるべく使わない方がいいんじゃないかなっていうふうなところですね。あと差別用語っていうのは、もちろん使わないっていうところですね。書くときに気をつけないといけないことがたくさんあることが分かりました。これらに気をつけることでより分かりやすいトリセツに近づいていくんですね。トリセツ作りにはどんなツールを使ったらいいのでしょうか。トリセツ制作に使われるさまざまなツールをご紹介します。親方、はい、このカップにトリセツを印刷するためにはどんなツールがいいんでしょうか。はい、結果的には何でもいいです。あ、そうなんですね。はい、何でもいいです。はい、まずは原稿を仕上げたいところですね。ちゃんと言うと印刷っていう風なのを考えた場合に CMYK っていう色の表現があるんですけども、それに対応したツールであれば、レイアウトができて印刷ができる状態のデータに持っていければ特に何でもいいかなっていう。そのツールを選ぶコツみたいなのってあるんですか。はい、何でもいいとは言いつつその目的に合わせて特化されたツールっていうのが実はあるんですよね。なるほど。でこのゾーニングマップという4象限に分けたものがあるんですけど、はい、左側は初めてでも使いやすい、で右側は大量に制作するっていう場合とか、あとはちょっといろんな言語に翻訳するっていう風な状況がある場合で、上側はちょっとデザイン性の高いというか自由にデザインできるような状況、で下側は
あまり自由度はないというよりも、一定決まったレイアウトでデザインしていくっていう風なのに振った状況です。ワードとかでも作れちゃったりするんですか？作れますよ。そうなんですね。なんかワードってなんか卒論書くとかレポート書くみたいなイメージしかないので作れちゃうんだっていう。ちゃんと文字も打てますし、イラストも配置できますし、こうツール使う分には何も問題なくトリセツには使えますね。そうなんですね。それで言ったらパワーポイントとかもね結構そうですね、自由にデザインできるんですね。そうですね。でイラストレーターとかインデザインはちょっと慣れないと使いこなせないっていう状況はあるんですけど、それなりに細かい表現ができるんで、はい、すごく凝りたいとか絵に凝りたいとか、もう本当に文字と文字の間のスペースを調整したいとかこだわる人にとっては向いていますね。確かにこれもイラストレーターで。これはイラストレーターで作りましたね。すごいですね。かなり自由な。そうですね。もうロゴと文字とかイラストとかっていうのがみんな混在してるんで、それがうまく表現できる形でツールとして選ぶとイラストレーターっていう風になってきます。なるほど、面白いですそうね。で、いろいろこう目的に合わせて使っていただければと。なるほど、大変ですね。いろいろ使いこなさないといけないんですね。そうですね。なるほど、わかりました。さあそんなわけで3回にわたってご紹介してきました情報親方のトリセツ誰でも作れるでしょう。この動画ではトリセツを作るコツをご紹介、いわばトリセツのトリセツ。ご覧いただきありがとうございました。UT さんは今回の動画でトリセツのイメージは変わりましたか？そうですね、トリセツって普段から結構目にすると思うんですけど、いろんなノウハウが詰まっていて、これからはどんなノウハウが詰め込まれているのかっていうのを意識して見ていこうかなと思いました。トリセツの作り方で困られている方のお役に立てれば嬉しいです。親方、このシリーズ続くんですよね。評判が良ければ。せっかく帽子も衣装も作ったのに。評判が良ければ。皆さん、私の仕事のためにも動画の高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。いやらしい方。親方、次のテーマは何ですか？次は iPhone。 iPhone？ UT さん、 iPhone にはトリセツがついていますか？おー、いや、買った時についてなかったのでないんじゃないんですか？そうですね。それもその謎を解き明かしながら次の話に行きます。それはぜひ聞きたいです。次あるんですよね。評判が良ければ。皆さん、私の仕事のためにもチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、次の動画でお目にかかりましょう。